おはようございます。たかしです。本日は8月5日金曜日、ただいま9時2分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは冷やしからです。昨日の冷やしは上髭の長い陰線となっております。現在はこの三角持ち合いの中で動いてまして、上限がこの水色のライン、下限がこのオレンジのラインですね。この中で動いているんですが、一旦はこの水色のラインの中で動いてて、そこを下抜けてきてますので、基本的にはこの視点、158円ぐらいを目指して下落するとは考えてます。その下落が昨日から始まったのか、どうなのかというところです。現在はまたこのオレンジの下限の方に当たってますので、ここで一旦反発してくるのか、それともこのまま続落していくのかという分かりにくいところに来ております。基本的に今日のポンド円は方向感がなく動きそうな、そんなイメージを持っていますが、今までもずっとこの全体としては大きくは方向感がなく動いているんですが、現在はこの GMMA も下がりかけてますし、4時間足の GMMA も下向いてますので、基本的には下がっていくと思ってます。ただその中でさらに方向感がなくなってきている、そんな風に感じますので、個人的にはトレードしたくない通貨ペアに今はなってますね。で、その中で本日どうなるかなんですが、今は一旦このオレンジのライン付近ですので、ここを明確に下抜けてくるとそこからついていくのはありだと思ってますが、もう少しちょっと様子見かなとは見ております。今ここで反発する可能性もありますので、基本は下目線、昨日のこの上髭の長い陰線を見ていてもわかりますが、基本的にはまだ下げていくと思いますが、その中で今日一旦上昇してから下落するのか、それとも今のこのポイントからこのまま下落していくのかっていうところがすごくわかりにくくなってますので、一旦上昇を待てばいいんですが、ここからのショートっていうのは危険だと思ってます。インジケーターストキャスティクスはデッドクロス仕掛けてるんですが、一旦ここでゴールデンクロス結構強くしてるんですよね、この上昇で。ですので、もしかしたら今日上昇してくるともう一度上昇、上向いてくる可能性がありますので、その辺は注意。で、マクディはまだ下落モメンタムを維持してますので、上昇してきたとしても上値は重いんだろうなと、そんな風な印象です。では4時間足です。この白のゾーン、この辺が抵抗になるゾーンだと言ってました。昨日は綺麗にここで反発してきましたね。で、昨日の動画でお話ししていたのが164円ぐらいまで上昇してきた。この辺が日足の GMMA と接触しますので、その辺が抵抗になると思いますって言ってました。で、もしここを超えた場合はこの水色のラインぐらいまでと思っていたんですが、結構ここ、この最後の陽線ですね。強めに上げてきたので、もう少し上昇するのかなと思ったんですが、この164円付近をこの差しに行ったヒゲっていうのは、ほぼ一瞬で下落してますので、もう少し実体でじりじりと上げてきてからの下落になってほしかった。そんな感想を持ってます。現在は GMMA 下向いてます。昨日の場合は GMMA を突き抜けての下落になってるんですが、この陽線をつけてきた段階で一旦 GMMA の上に乗ってもう一段階上昇するんじゃないかとは思ってましたが、昨日の政策金利発表でそこから一瞬上に上がるもそこから大きく下落というところで、この大きな陰線をつけての下落になってます。ただですね、ここ見ていただきたいんですが、昨日の大きな陰線、この下髭ですね、そしてその後もこの辺下髭がすごく連発しています。今も一旦下げ出してそこから反発しかけてきてますので、ちょうどこの辺、過去にもこの辺そうですけれども、かなり下髭が出ているゾーンになりますので、この辺は注意ですね。このまま続落するっていうのは少し危険だと思いますので、一旦の反発を待ってからの下落を取っていく分にはいいとは思いますが、今、ここからのショートエントリーっていうのは危険です。ので、本日トレードするなら一度反発を待つっていうのが、いいと思ってます。現在ストキャスティクスは安値圏に差し掛かってますので、これが一旦上昇して次デッドクロスするタイミングでショートエントリーしていくのが良さそうですね。今は GMMA まだ下向いてますし、この昨日の高値も意識されてくると思いますので、164円付近までもし上げることがあれば、ここは絶好の売り場になってくると考えてます。では1時間足です。ここで昨日逆三損をイメージしてまして、そこからの上昇だったんですが、かなり昨日も言ってましたが、じり上げ相場ですねということを言ってました。昨日ここからは陽線連続で一応上げていったんですが、どうもなんか気持ちの良い上げ方ではないなという感じ。その結果の大きな下落っていうところで、今はこの辺で下げ止まっ
っている感じですね。ここから反発してきても、昨日の高値っていうのは意識されますし、そして今、ここ 161.2 付近っていうのは日足でもかなり長い下髭の出ているゾーンになってきますので、この辺は反発が意識されるということで、本日は上がってきたら売り目線なんですけれども、どこまで上がってくるのかがわかりませんので、一旦の目安はここから、この昨日の高値から現在の安値までフィボナッチリトレースメントを引いてみて、その反発ポイント 38.2% とか 50% とか、その辺まで戻してきたところでは戻り売りを仕掛けていってもいいのかもしれないとは思いますけれども、もしかしたら昨日の高値まで上がってくる可能性、ポンドは結構ボラが高いですので、この164円くらいまで上げてくる可能性もありますので、その辺は注意。もしかすると、ここを一度突き抜けて騙しになって下落するっていうことも考えられますので、今一旦ここ意識されてますよね。このライン。なので 163.9 ぐらいですか？この辺が意識されてきますので、一旦164円をタッチしてそこからの下落っていう形も考えられますので、その辺は注意が必要っていうところで、もし本日164円まで上がってくることがあれば、絶好の売り場と、個人的には考えてますので、その辺でトレードしていけるのがいいのかなと。なので、どこまで戻してくるかですが、一旦はこの辺でしょうか。先ほどこれ 61.8% ぐらいですかね。なんとなくそのくらいですよね。半値戻しよりもう少し上ぐらいになってますので、この辺の高値っていうのは意識されてくると思います。そしてここを超えてくると、昨日の高値っていうのが意識されてきますので、一旦の戻しを待つ。で、ここ、強い陰線にはなってますけれども、ここから今下落すると思うのは危険ですので、そこだけ注意していただければと思ってます。そして本日雇用統計の発表がありますので、夜の9時半前後ですね、その辺は注意していただく方がいいと思いますので、その辺でのポジション整理などもされておいた方がいいんじゃないでしょうか。それではここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。